1期生のオーディション見て、あ、自分でもいけるなと思って応募したところはあります。頑張れば1億は見えるな。いや、ですよね。1億見えると。失ったものでいうとドキドキですかね。大阪オーディション組、3人がそれぞれちょっと気になっている人。あ、今投票研修で今ちょうどさ、そうですね。もう見てるじゃん。この間から。あ、だからさっき方言出てない。なんかさっき言わんかった。あ、なんか言っとった。言ったっけ？最初は天海さんラリルレロ行一緒めっちゃおもろくない？失礼します。お願いします。お願いします。現在のが決めてる？名字は決めてて、自分の名前が川瀬美月なんですよ。川瀬に似た、例えば綾瀬だったり広瀬だったりにして、名前が自分なんか友達からラリルレロ行のなんかラ行になんかラリルレロマネもローランドもさ、ラリルレロ行だから挨拶だけしたんですけど、うわ、かっこ花があるなと思いましたね。正直ラリルレロ行は頑張れば1億は見えるなって感じ。いや、ですよね。1億見えると思う。うちのグループにいればね。何も考えるな。でもやっぱ顔出し NG の方がすごい。あいつはここに並べても見劣りしないぐらいかっこいい。やっぱ気になりますね。気になっちゃう。皆さん気になってるんじゃないですか。いや、すごいと思うよ。コメントで結構来てるのが、第3期大阪のレベルが低いんじゃないかっていう。相当コメントで来てらっしゃる。低くないっすよ。いやでも本当それは昔がよくさ美化されるだけだと思うよ。ああ、まあ確かにそれはあります。3期生3期生でもっと取ったし、2期生2期生でよかったし。いや、まあでも1期生のオーディション見て、あ、自分でもいけるなと思って応募したところはあります。そうなんだ。もっとイケメンのお兄さんたちが来るイメージだったの。あ、そうですね。やっぱホストってなんかもうめちゃめちゃ花があってめっちゃかっこよくてめっちゃトークもうまくてみたいなのイメージだったんですけど、いざなんかローランドショーのその面接見てみたら、あれなんか意外となんかそこら辺にいそうだなみたいなちょっと思っちゃったんですよ。やっぱ湿度はいろんなやつに勇気を与える。この人たちも売り上げ上げられるんだって思ったら自分にも可能性あるなって思って応募しました。ああ、なるほどね。ホストを入れるために必要な要素を教えてください。美術3。 3なの？いやー、美術3だと思います。残り気合ですね。やっぱり結局諦めない人が勝つじゃないですか。確かに作れるんで、そこなのかなっていう根性だと思います。本当もう根性論というかやめないっていうかもう続けるってこと？そうですね。もう本当一つこう決めたら信じてずっとやり続けるっていう人がやっぱ最終的には。いやなんかさ、トロが入ってきた時俺めっちゃ普通にかっけえなと思ったんだけど、まずそもそもさ横浜で代表だったじゃん。だから代表だったのにさ、掃除組から始めてたじゃん。そうですね。結構注目して見てたの。そしたらなんかある時にトロが自分より絶対キャリア低いような子がなんかテーブルで肘ついてたの。そいつが肘ついてるのでめっちゃ怒ってたの。だからかっこいいさで適当にパパってやって売れるイメージあるじゃん。めっちゃ真面目に積極考えてるなこいつはと思って。そうそう。やっぱ熱量ですよね。なんかどこまで行っても結局イケメンに会うだけだったら1回来て満足だったりとか高額使おうってならないじゃないですか。言ってもその初回指名2万円払えば指名できるじゃないですか。そこからお金使うってなったらなんかやっぱ熱量とかそこに使うだけの意味をこう持たせられないとやっぱ売れないと思うんで、熱量なら顔にのあと1トークとかそういうレベルかな。俺多分ね、その割合で言ったら、まあ俺2割が顔だと思う。最初の2割とっかかりはね。6割は熱量とかだと思う。まあ熱量とか、まあトーキング好きだと思う。6割は。あとの2割は俺ちょっとずる賢さだと思うね。まあでもありますね。正攻法でやるだけが全てじゃなくて、真面目にやったら真面目にやっただけさ、なんか上手くなるみたいなさ業界もあるじゃん。でもホストってそうじゃねえから、例えば初回で接客しててもこの子絶対にすげえお客様だなと思った子がいて、まず内勤10分で接客しなきゃいけないから10分経つと抜かれるじゃん。まず抜けないわけよ。
でナイキに呼ばれても「いやちょっと口説いてるんでダメですね」って言ってその後送りになったのよ。送りになって俺そのままその子と一緒に遊びに出かけたの。もう招待でいいんでもうタイムカード切ってくださいみたいな。でその次の日に同伴してでその子がボトルとか入れてくれてって考えると一般企業で考えたらそんな勝手に早退するとかさ店の規律守れねえとかさ言ったらもうご法度じゃん。でも俺あそこであれしなかったらあの子掴めてなかったなとかと思うとやっぱずる賢さは大事だと思うし今だったら売り上げとかも2人には勝てないしそれこそ融資が6億売ったりとかでそんな売ったことないけど今でも席ついた接客だったら歌舞伎町のトマホースでも負けると思わないのが現時点でね。そうだからまあ見た目2割の6割トークだから中身パーソナリティで2割は残り2割はもうずる賢さだと思う。もうすぐ入試です。とても緊張します。緊張をほぐす方法を教えてください。知らねえよ学校行ってないのに聞くなよなんか変に自分を大きく見せないようにするのがなんか大事かなと思いますね。なんか自分の面接の時とかも、なんかどうなってもいいや自分のままとりあえず出せばどうせ受かるしなぐらいの結構なめたテンション感じでいけるとなんかあんまり緊張しないなってのは結構昔から思ってました。どう緊張云々で言ったらなんかまあ僕も緊張しますけど、どうせこの世の中はもう腐るほど人間だし自分一人が別に何やったってよくないって思ってたらなんか結構気持ち楽になるかなっていうのは思いますね。深く考えすぎる深く考えずに気楽にそれこそテレビ収録なんて考えられないですけどね。もう最初緊張しましたやっぱり。最初は緊張するよもちろん。本当ですか。もう今全然なんですか。いや今でも緊張することもあるしでも別にそんな恥ずかしいことじゃないと思う。まず緊張ってめっちゃどうでもいいことにさ緊張しないじゃん。だから緊張できるイコールなんか自分が大事にしたいと思えるものに出会えた証拠でもあるじゃん。だからまず結構嬉しいことなわけよ。まあ、入試で言ったらなんで緊張できるのかって言えば本当に入りたいと思える大学とか、まあ、学校に出会えたから多分この人は緊張できてるし自分ができるかできないかのことをなんか困難にチャレンジしてるから緊張できるわけよ。ドキドキできるわけよ。って考えたら緊張しない人生の方がちょっと寂しくないと思っちゃうわけよ。まあ確かにそうですね。で緊張した時どうやって和らげてます？いやもうしょうがねえと思う。でも緊張できるものに出会えたんだと思ったら、もちろんドキドキしたらパフォーマンスとか落ちるかもしれないけどもそんなのもうどうでもよくてそもそも緊張できるものに出会えてる時点でなんか結構楽しい人生だなと思うわけよ。それで失敗したら失敗したらしょうがねえし落ち込むはもちろん落ち込むんだけど、まあ、嬉しいことだね。なんか緊張そんな悪くないんだよねと思うけど、3人に質問です、はい、50過ぎのおばちゃんが言ったら正直嫌ですか？シャンパン入れないから相手にしてくれませんか？2000万プレイヤー的なこと。うわ僕本当に気にしないですね。やっぱりもう何歳になってももう女の子っていう扱いなんで、全然気にならないですね。いや全く一緒ですね。本当に気にしないです。なんかやっぱ最初は人によってどうこうみたいなそういう時期はありましたけど、もう今となってはもうなんか指名で来てくれるだけ嬉しいじゃないですか。でなんかもう SNS で知ってくれて画面越しで喋ってた人がこう会いに来てくれることが多いんで、もうそれだけで嬉しいし全く一緒ですね。みつさんとそうだよね、ホストの本音って意外とさ、俺もいまだに指名とかいただくこととかあるじゃん、もちろん使ってくれた方が嬉しい。でも一番何気にするかってなんかさヘルプと仲良くしてくれるかなとか、なんか一緒に飲んでて向こうも楽しもうとしてくれてるかなとかさ、逆に俺なんか遊び方とか変な遊びなんか嫌なこと言ってきたりとかさ、もちろんストレス溜まってるからそういうこと言いたくなるのかもしれないけどさ、俺らも人だから悪口とか言われたらさなんかもうこの人と会いたくねえなとか思うじゃん。だから変な話俺100万使ってくれてめっちゃ嫌な感じの人とかよりも5万でもいいからちゃんと楽しもうとしてくれてなんかリアクション可愛くてとかの方がさ、なんかこの子素敵だなってなる。マジで結構本音だと思う。これどのホストに聞いても納得すると思う。意外でしょ。でも俺らからすると使う金額によって対応変えてるのかなって正直結構思ってます。まあそれは変える、それは変えるけどどういう人が来てくれたら嬉しいかって言ったらめっちゃお金使ってくれるしかつ一緒にいる時間をこう楽しんでちゃんと楽しんでくれる子で、どっちか2択選ばなきゃいけなかったら俺一緒の時間楽しんでくれる子の方が多分取っちゃうと思う。
ディズニーランドとかどうせ中に人入ってるでしょとかっていうさ人よりもさ、うわミッキーだって言ってくれる人の方がさ、なんかショップでいっぱいお金を落としてくれる人よりも多分向こうがしても嬉しいと思うわけよ。なんかそういう感覚よな。僕もなんか昔本当4年前とかなんですけど、もう来るたびに200万300万って使ってくれる方がいたんですけど、その度にもうなんか無理やりヘルプにお酒飲ましたりとか暴言吐いたりとかっていう方がいて、もう切りましたね。それはそうなるよね。はい。もうお金、まあ確かに売り上げも大事ですけど、それが全てじゃないなっていう。じゃあ次ちょっと徳川さんへの質問。徳川さんは横浜で6年ぐらいホストをされてたそうですが、歌舞伎町に来て働いてみて一番驚いたことと違いなどあったら教えてほしいです。まあどっちがいい悪いかじゃなく、本当ゼロ100で違いますね。こっちザクラブに来させていただいて思ったのは、一発目にみんなすごい意識高いなっていう、やっぱりそのローランドさんに憧れて皆さん入ってるわけじゃないですか。だからこそ一人一人がじゃあ口臭だったりとか髪の毛だったりとか服装だったりとか、まあ綺麗にみんなスーツ着こなしてたりとか、そういうところがまず違うなって、もうそこに衝撃受けましたね。横浜っていうのは結構案外歯磨かないですけど、なんか歯がカバの本数とか競馬場にいるやつだ。結構だらしないって言い方ですけど、そういう方多いですね。ボロボロの靴履いてみたりとか。僕結構なんかそういうところで嫌気させてた部分もあったので、一人だけもずっとこう美意識してたので。単価って変な話どのぐらいなんですか？横浜の何倍っていうか。ラストいくらぐらいみたいな。確かに。僕最低ラスト3万円とかで2日間初回来なかったりとかもうざらにありますね。でもみんな財布の中3000円とかでクレジットカードなしとかっていう感じでしたね。全然違えなそれな。ホストになってからホストになったことでしか得られなかったものと、ホストになってからこそ失ってしまったものは何ですか？僕やっぱ結構幸福かもしれないですね。その子供の頃、そう一人で育ったのかなってなって、やっぱこう寂しいわけじゃないですか。だからこう誰かに必要とされたいなって思ってたんですずっと。ホストになって、こうかっこいいとか、こう求めてもらえるようになって、そこは得たものかなっていう自分が欲しかったかな。失ったものでいうとドキドキですかね。やっぱり恋愛的なこと？恋愛的なことですかね。もうドキドキしないんだ今。いや、なかなかしますか？まあその瞬間するわ。一日ごとに好きな子結構変わるからさ。なるほど。毎日ドキドキしてるよ。得たものでいうとやっぱ充実感じゃないですか。別に JR 好きで入ったわけでもないし、言われた仕事だけこなしてて充実感っていうのは何もなかったんで、やっぱりこう自分が表に立ってね、自分がやることなすことを全部結果に出てっていうのはすごい充実感、コストでしか得られなかったことなんじゃないかなって思いますね。で、失ったものはやっぱ人に期待することと信頼すること、信じることは、なんかするだけなんか無駄だなって思う側面がすごい多くて、やっぱり来店予定とかあっても平気で断る人もいるし、こんぐらいお金使うねって言ってて締め日来てくれる予定だったのに締め日来なかったりとか、そういうのいっぱいあったんで、期待するだけ無駄だし、信じて裏切られるぐらいなら一番最低な状況を想像しといた方が自分のメンタル的にも期待しなければ傷つかないからね。そうです。だから失った部分はそれですね。俺もホストやってもういろんな女の子からさ、こう裏切られるじゃん。裏切られることも経験するし、それこそ誰かを裏切って自分に会いに来る人もいっぱい見るわけじゃん。彼氏いるんですか？いるけど、でもバレないからいいよって、その子も裏切って俺に会いに行くわけ。もちろん嬉しいけど、いざ自分がもし裏切られたらこんな悲しいことないじゃん。しかもその中でさ、その理論上 100% 裏切るって知ったら別になんか愛する理由が一個もないじゃん。だから失ったもんで言ったら、もう女の子に対して信用するっていうピュアな心と、そういう気持ちがあるからずっと結婚もできないのかな。結婚生活も失ってるし、得たものはいっぱいあるよ。死ぬほどあるよ。そんな金もさ、名誉も地位もさ、いろんなもの手に入れたけど、失っても結構でかいよね。そう考えたら
僕それでも結構信じちゃいますね。うわーピュアだそこはまだ抜けきれないですね。絶対信用しちゃダメだよ。そういう時あったら一回俺面接させて尋問してあげるわ。決め顔してほしいです。質問じゃない。やだ。質問困りますよね、こういうの。俺からやろうかな。やろう。俺が流れ作ったの。ごめんなさい。毎日これだけ必ずやるって決めてることがあれば教えてほしいです。ルーティンないですね。なんか自分軸っていうよりなんかお客様軸で動いてるんで、お客様がこの時間帯起きてたらこの時間に連絡するしみたいな、その日によって寝る時間とかも睡眠時間も全部変わるんで、まあルーティンはないけど、でもやっぱ昨日の自分よりはなんか一個成長してないかなっていうのはやっぱ仕事面であるんで、昨日よりフォロワー増えたなとか、何かしら昨日より勝ってないとなんか気が済まない部分があるんで、そういう面で言うと、まあ、仕事してない日はないかなって感じですね。トイレ掃除ですかね。やってんの？いや、めっちゃトイレめちゃくちゃ綺麗にしますね。すげえ。めっちゃルーティンっぽいわ。やっぱりこう水商売ならではのこう水回りをきれいにするっていう意味で、トイレって一番大事なのかなってなんかそう薄っぺらいですけど思ってるんで毎日はやってますね。いや俺もない。ルーティン決めてるやつ偉いみたいなのあるかもしれないけど、もしそれルーティン決めて、まあ、偉いよ、殿みたいにやっては偉いよ。でもなんかそれを守れない自分にストレスになるじゃん絶対。うわルーティンに設定したのに3日でやめちゃったみたいなでストレスになって自分のこと嫌いになるじゃん。だったら別になんかルーティンとか決めない方がいいし、そもそも俺が変則的なスケジュールすぎてこの日にこれってできないから、とにかく、まあ、目の前のことに、まあ、8割以上でやろうっていうのは意識してる。まあ、やるからにはいい仕事したいなっていう。ただ YouTube とかにしても結構面倒くさがりだからやりたくねえって言うけど、やるからにはちゃんとやるし、自分がやるって決めたからには喜ばれる仕事してえなっていう、まあ、講演会もそうだしコスの接客にしてもそうだし、まあルーティンじゃないけど、決めてる。じゃあ以上になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。